こんばんは。始まりました。皆さん来ていただけますでしょうか？早速ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。週末金曜日のお忙しい夜に、ちょっとお時間いただきましてありがとうございます。続々とありがとうございます。猫倉です。こんな感じでいいでしょうかね。皆さん続々来ていただいてますので、早速ね、30分っていう風に時間を決めております。私も多分30分しか持たないので、30分で終わらせられるように、どんどん進めていきたいと思います。今日はですね、まず何のライブかっていうと、最後のお知らせとかもありますし、最後の方にはちょっと今回の来週月曜日から始まりますチャレンジ企画の特典配布っていうのもさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひお付き合いいただければと思います。まずね、お知らせが結構たくさんありまして、一つ目の嬉しいお知らせが、食べ合わせ本、こちら、3日に出たばかりのこちらの本ですけれども、こちらですね、ありがたいことに発売から4日で、昨日ですね、編集さんから、お知らせをいただいて、ご連絡をいただいて、重版が決まりました。こちら重版しました。ありがとうございます。本当にたくさんの皆様に手に取っていただけて、ご予約いただいたりとかっていうことのね、結果だと思います。本当にありがとうございます。まず今回はね、今日のライブではこの2冊目のこの本をみんなで、一緒に来週から月曜日6日間ちょっと再現してみましょうという、そういう企画になっております。だいたいこういうダイエット本って買ってしまうとやっぱりそれで終わり、それで満足っていうことになりやすいですよね。私もそうだったので。で、それをちょっと買って終わり、見て終わりじゃなくて、せっかくだったらちょっと実践してみましょうということで、一斉にみんなでね、部活動のようにやらせていただこうかと思っております。で、今回は、さっきも言ったように、このチャレンジ企画に参加してくださる方用に、ちょっと私、もう夜鍋をして資料を作りましたので、それをね、配布させていただくのと、あとは一番最後に、これまた本当にちょっと楽しいお知らせございますので、そちらもぜひぜひね、楽しみにしていただければと思いますので、ぜひ30分だけ最後までお付き合いいただければと思います。まずね、今回のレシピチャレンジなんですけれども、さっきも言ったように、今回はね、第1章です。これね、今回手に取っていただいた方わかると思うんですけれども、オートミール毎日作ってくださりありがとうございます。これで、第1章、これはまず痩せる味覚を作るという風になっていて、まずは、ちょっとまず簡単な第1章の6日間メニューっていうのが載ってるんですね。で、第2章に行くと、さらにちょっと効果的にということで少しステップアップするっていうようなメニューになってるんですが、今回はより一層気軽簡単な第1章からみんなでやりましょうよという風な企画になっております。お手元にね、本がある方はこんなような感じで第1章見ていただいてるかと思います。第1章本当にね、まずね、ものすごく作れぽいただいていて、とにかく朝ごはんのオートミールレシピがめちゃくちゃ好評です。皆さんもオートミールレシピどんどん作ってくださっていて、オートミールが苦手っていう方もめちゃくちゃ美味しいっていう風に言っていただいているので、ぜひね、やっていただきたいなと思います。あっという間に熟読できる楽しい本でした。ありがとうございます。嬉しいですね。あやねさん、朝がとにかく楽で超気に入ってます。はい。これもう本当に私、ものすごいこだわって、もう絶対一番最初ダイエット始めた時の朝食って、結構ダイエットしたいなって食べないダイエットしてる方一番抜くのが朝食だと思うんですよ。朝食抜く習慣ついてる方すごく多いんじゃないかなというふうに思っていて、なので朝食はいきなりハードルが高いと、そこからまずくじけるだろうということで、とにかく朝食のハードルを下げるっていうことで、ちょっとね、思い切ってはみたんですけれども、全部オートミールで固定。ただし、味は6日間全部違うという風になっております。オートミールお好きな方はね、絶対美味しいって言っていただけて、トマトリゾット今日5歳の娘が明日もこれ食べるって言ってました。ありがとうございます。で、オートミールが合わない方は、PFC バランス的にね、お米でも全然大丈夫です。あと、例えばですけれども、もうちょっと白米じゃなくて、オートミールみたいに一緒に食物繊維も少し取りたいなっていう方は、炊いた玄米 100g とか、130、150g ぐらいあっても全然大丈夫。糖質はね、もう少し取っても大丈夫なぐらいにはなってます。なので、オートミールがどうしてもダメという風になると、ご飯、白米でもいいと思います。白米、例えば 100g
100g、130g ぐらいとかでやっていただいてもいいし、全然 150g 取っていただいても大丈夫です。はい。なので、ちょっとその分ね、もちろん、本に載っている、トータルのその糖質量は増えますし、カロリーも増えますけど、でも全然オーバーするというレベルではないので、オートミールがどうしても無理っていう方はお米でやっていただいても大丈夫ですし、ちょっと、食物繊維取っちゃおうかなと思う方は、ぜひぜひ、玄米でやっていただきたいです。私の猫倉式レシピの100点レシピ、これ、そうそう、私のあくまでも164センチ、私164センチ、結構背高めなんですよ。164センチの、8キロ、59キロぐらいの標準体重で、パーソナルデータで計算してにはなるんですが、アスケン100点というふうに、セッティングをしているレシピになりますので、そのあたりでね、ちょっとこう、糖質を取っていただいても大丈夫なんですけれども、その100点レシピを作るときって、食物繊維もすごく重要になってくるので、オートミールにするとその食物繊維がかなり楽ちんに取れるんですよね。なので、そういった場合、ちょっとお米、白米にする場合は、ちょっとこう、食物繊維っていうのが少し下がるかなとは思うんですけれども、でもまず一番最初はそんなに厳しく、難しく考えずに、やれるところからやってみていただきたいな。でももしできるなら、完全再現という形でやっていただいて、PUC バランスがバッチリっていうものを一回体験してほしいなというふうには思っています。参加するにはですね、こちら、こんな感じで、共有できてますでしょうか？もう簡単に特になんかこれをしてあれをしてっていうのはないんですけれども、ハッシュタグ食べ痩せチャレンジをつけていただけると、それで投稿とかされてる方、食事記録の投稿とかされてる方は、このハッシュタグをつけていただけると、私もそこに飛んでいきまして、いいねをポチ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 していきますので、ぜひぜひご参加いただいた方、食べ痩せチャレンジという風にハッシュタグをつけてください。今日のアスケン100点取れました。よかった。嬉しい。アスケン塩分型、これね、塩分はほんと厳しいんですよ。正直塩分を全くオーバーしないのでいくと、レシピ本としてね、味がしなくなっちゃうというのがあったので、今回は塩分オーバーという風になってますが、アスケン100点は塩分オーバーでも取れます。なので、そのあたりの塩分調整っていうのは、ご自身の判断でやっていただいてもいいと思います。例えば、副菜とかそういったものは、もう、味付けの副菜レシピじゃなくて、キャベツの千切りとか、茹でブロッコリーとかにして、あんまりドレッシングとかをかけないで食べるようにするとか、そういう風にしていただければなと思います。D さんの本のレシピ、アスケにどう入力してますか？私の本のレシピ、これは入れていただくときは、有料だったらマイレシピっていうので、ポチポチ今はね、レシピ書いてあるものを入力していただくというようになるんですけれども、とりあえず全部を一斉にやるっていうのは大変かもしれないので、一回、アスケンの入力が面倒だったらこのまま再現するっていうのでもいいんじゃないかと思います。148センチなんですけど、量は減らした方がいいですか？そうですね、148センチだと、かなりこうね、使うカロリーっていうのは違うので、またちょっと変わってくると思います。自分のパーソナルデータに合わせて、ちょっと量を減らしたりとか、ちょっと次の日に回したりとか、そういう風にしていただいてもいいかなという風に思います。量的に多すぎてお腹いっぱいで消化不良な時は内容をそのままで減らしても大丈夫ですか？そうですね。お腹いっぱいで消化不良という風に、ならないのが理想は理想なんですけれども、その分ちょっとこう自分で、これだけ食べてそれを次の料理の時に、時間ね、だいたい5、6時間空いた時に全然お腹が空かないっていうことは、あんまり活動量がそんなに高くないんだなとか、そういうのもちょっと人体実験で、ご自身でちょっと観察してみてほしいなと思います。そんなにね、ボリュームは確かにあるんですよ。それはなんでかっていうと、食材を使っているので、その加工品とかでね、食べてるわけじゃなく、もう野菜とかの食材をそのまま使ってるので、食材ってね、質量が多いんですよ。なんでかっていうと、水分とか食物繊維とかいろいろ入ってるから、野菜が 100g っていう量と、例えば、なんていうのかな、こういうインスタントとか加工品とかの量っていうのって全然違って、その水分がたくさん入ってる分、お腹に入るとめちゃくちゃ溜まるんですよね。これが食材を食べる方が腹持ちが良くて、で、さらに本当は消化もすごくいいので、実際お腹の中に一瞬入るなんていうのかな、食材質量は増えるんですけれども、それ自体にカロリーとかで考えると、そこまで高くはないので、どれぐらい自分のお腹がどのぐらいの感覚で空いてくるのかとか、そういうのもちょっとね、観察してほしいなというふうに思います。私の今回の食べ痩せ本って、
決してすっごいカロリーが高いとか、ものすごく、なんていうのかな、ボリュームはあるんですよ。ボリュームはあるんです。腹持ちもするんです。それは本当に野菜とかをすごくたくさん使ってるので。だけど、カロリーがものすごい高いとか、脂質がものすごい高いとか、そんなに体でエネルギーに変えていくときに時間がかかるようなものではあんまりなかったりもするので、それを食べたときに自分で5、6時間でだいたいお腹がすくっていうのが、食欲のこうね、一番理想的なサイクルなんですけど、それが巡ってこないっていうことは自分自身あんまり動けてないのかなとか、活動があんまり活発じゃないのかな、もうちょっとじゃあお腹すくように少し歩いてみようかなとか、そういう風に考えていくのもいいんじゃないかなと思いますが、まずはその自分のパーソナルデータに合わせてっていう風になったら、本来は、やっぱり、アスケンとかそういったものを使って、アスケン以外でも全然いいんですけど、使ってちょっと調整してみるっていうのもいいかなというふうに思います。はい。で、まずさっきも言ったように、食べ痩せ本のね、一番第一章はこれですね。朝ごはんオートミールで固定で、レンチンですぐできて美味しいので、で、朝ごはん、結構ね、さっぱりとしてるので、朝食べる機会がないな、食べる習慣がないなって人は結構お腹いっぱいになるなと思うし、朝もりもり食べてる人はちょっとお腹すくのが早いかもしれないなというふうにも思ったりしますけれど、まずちょっとやってみてほしいなと思います。夜に炭水化物抜きをしていたのですが、リエさんの本の通りに食べてたら朝までぐっすり眠れます。もう本当にその通りです。炭水化物はマジで睡眠の質上げるんですよ。炭水化物を取ると、とにかく眠りの質が良くなる。それホルモンがちゃんと出るからっていうことがありますので、本当にね、めちゃくちゃよく眠れて、そして朝すっごいスッキリ起きれますので、もうこれ本当にいただいたコメント通りになると思います。全然違ってくると思います。で、ちゃんと眠れると自律神経整ってくるので、自律神経整ってくると本当に食欲も安定してくるので、なんかね、目先の糖質をとって本にも書いたんですけど、ちょっとこうむくんで水分で体重が増えるとかって結構あるんですよ。あるあるなんですよ。糖質制限してた人が糖質取ると。だからその目先のことにあまりこううろたえないでちょっとやってみてほしいなというふうには思います。そうそう、低血糖にならないし、糖質をちゃんと取ると、ほんとびっくりするぐらい、私もそうなんですけど、お菓子欲、それから私の場合アルコールですね。アルコール欲求が本当に収まりますので、ちょっとね、そういう変化も、体重のみならぬ、そういう変化も楽しんでいただきたいなと思います。あ、後ろの猫ちゃん、めっちゃ映り込んで、ありがとうございます。第一章、これ、お昼ご飯を作ったら、それを半分、取り分けておいて、で、それを夜、ちょっとアレンジをすることで、すぐ夜ご飯にしていただけるという、そういう構成にしております。これめちゃめちゃ私こだわりました。もうとにかく、第一章は、とにかくズボラでもできるように、ハードルを下げまくるっていう、それをすごく私は大事にしているので、その一環としてめっちゃ考えました、これ。めちゃくちゃ考えました。とにかく考えたんですけれども、お昼ね、これが、例えばですけど、夜にこのお昼ご飯を作って、次の日はこれを、その半分を朝に食べるとか、お昼に持っていくとか、そういう風にちょっとアレンジするのは全然大丈夫だと思うんですけれども、とにかくお昼に一回作りますよね。半分避けておいて、それを夜、ちょっとアレンジして、例えばこれだったら鶏もものスタミナ焼きを半分抜けておいて、もつ鍋風にするとか、あとは、シーフードちゃんぽんをですね、半分避けておいて、それを、中華あんかけにするとか、そんな感じで使っていただけるようになってますので、かなり、手抜きできると思います。なので、よくご家族とご飯を一緒に用意しなきゃいけなくて、それが大変っていう方いると思うんですが、まずは、ご家族、それね、これ基本的に一人分で全部レシピ考えてるんですよ、一生も。二人分ってなってても、それを半分にして次のご飯の時に自分で食べるので、結局は一人分なんですけれども、単純に家族用に倍量で作ったりとかっていう風にして使っていただいてもいいですし、もしくはこれ結構手抜きができるので、自分の分はこれにして、家族の分はもうちょっと、副菜はね、一緒に使って、家族の分はちょっとこう主菜、例えば味付けの、お肉とかをわっと焼いてあげるとか、そんな感じでなんとかやれたらいいかなと思います。鶏ももスタミナ焼き美味しかったです。これもおすすめ。ありがとうございます。夜用に作って主人と半分こしたりしてもありがとうございます。そんな感じでご家族とも食べていただけるかなと思いますので、ぜひぜひ第一章、本当にとっつきやすくなってますので、参加していただけると思います。
半分避けておくで感動して涙出ました。野菜たっぷり、お蕎麦とスンドゥブめっちゃ美味しかったです。ありがとうございます。嬉しい嬉しい嬉しい。そうなんですよ。そうなんですよ。もう本当に、私ズボラでよかったなって思います。お弁当に朝オートミールを持って行って、お昼と朝ごはんを入れ替え、でも全然いいと思います。全然いいと思う。もう本当ご自分のやりやすいようにしていただければと、いいなというふうに思います。まずはもうとりあえずやれることっていう感じでやってください。それでも全然大丈夫です。なんか 100% じゃなくて全然大丈夫。昨日香味焼き作りました。すごい簡単でした。ありがとうございます。でも本当に全部のレシピほぼ簡単。食材もすぐスーパーで買えるとなっておりますので、ぜひぜひ使ってみてください。で、さらにはですね、今回これね、副菜も第一章載ってるんですよ。この脇に載ってるやつですね。桃のスタミナ焼きとか。で、この副菜ももちろん使っていただきたいし、なんていうのかな、暇があれば作っておくと、ご家族とシェアしたりとか、お弁当に使ったりとかもできるので、副菜もぜひぜひ再現できる方はもう再現していただくのがいいなと思うんですが、第一章に限っては、副菜がなくても、栄養バランス結構取れるようになっているので、副菜なしでもギリ大丈夫。もうちょっとね、副菜とか野菜は少し取った方が、お腹も膨れるし、ワンプレートになるよりは満腹感が出るので、いいかなというふうに思うんですけれども、もしなくても大丈夫なようになってますので、とりあえずハードル、副菜までの作り置きをしたり、なんか何品も作るの大変だな、ハードルが高いなと思う方は、ぜひメインだけでも大丈夫です。で、副菜の代わりに、このあたりですね、この切っておきの野菜だったりとか、あとはこちらですね、キャベツの千切りとか、あとは茹で置きのブロッコリーとか、あとはこちらですね、煮卵とか、そういったもの、これはもう本当に料理と呼べないぐらいの下ごしらえみたいな感じでストックしておく副菜なので、これを用意しておいて、キャベツは最悪もう全然私もよくやります。スーパーのカットキャベツとかで全然大丈夫なので、そういうのをストックしておいて、1日1食1品、朝のオートミールのところにちょっとそれを、キャベツ 50g の煮卵のブロッコリーをこう乗せて、ちょっとしたミニサラダにして一緒に食べるとかするだけでも全然違ってくると思います。ぜひぜひやってみてください。ということで、ハードル低く、参加できるので、ぜひスタート期にぴったりだと思いますので、先ほどの、これですね、食べやすチャレンジですね。このハッシュタグでぜひ参加していただけたらなと思っております。この本で愚直に過ごして健康的な体になったと証明したいですよ。もうぜひ、ぜひぜひ。本当にじっくり言っていただきたいなというふうに思います。主人にもリエさんレシピを食べさせたら大絶賛でした。とにかく、特にあったかスンドゥブ満足感大。ありがとうございます。それから、あやねさんが、玉ねぎの丸ごとスープとか一瞬出てきて非常に助かりました。副菜に丸ごと玉ねぎが出てくる。本当に、しかもね、新玉ねぎでやると、めちゃくちゃ美味しいです。あと、今回その食べ合わせチャレンジでぜひね、やっていただきたいなと思ってるのが、私自身、今回これイベントでね、6日間か出版記念のイベントでやるので、イベントっちゃイベントなんですけれども、本にも書かせていただいたんですが、ダイエットってやっぱりイベントではなくて、ずっと続いていくことなので、そこで考えた時に、どうにかなんか一つ、6日間のお祭りっていう感じでイベントでまず1回は終わるんだけど、なんかこれを機に新しく今後も使えるような習慣を作ってもらえないかなと思って考えた特典がまず一つあります。それをちょっとシェアさせていただきますね。私が推し進めているダイエットっていうのは、もう本当に自分をいたわり励まし愛することですっていう風に、1冊目にも2冊目にも書かせていただいているぐらい私の中ですごく大事なキーワードなんですけれども、やっぱりいろんな方のなんか相談のメッセージとか DM とかをいただくと、やっぱりすごくね、どうしてもやりたいと思ってるのにできなくて、そういう自分が嫌になりますって、すごくそこでめちゃくちゃ苦しまれてる方が多いんですよね。自分が嫌いですって。もうだから体型とか体重とか以前になんか動き出せなかったり、怠けてしまったり、なんか平らにしている自分がとにかく嫌いですっていう方が多くて、なんか私それすごい本当にわかるなと、同じだったんですよね。とにかくなんか気持ちが重いんだよ、体重以上に。もう同じぐらい重いんだよっていうのがあったので、なんかそれを変えていく時の、私がよく言っている、小さな成功体験を自分にプレゼントしていきましょうっていうのを前からよく言わせていただいていて、その成功体験が本当にちょっとずつ毎日自分に積み重なっていくことで自分にどんどん自信がついてくるし、まだ結果が出ていなくても
私イケてるっていう気持ちになってくるんですよ。で、私イケてるって思うようになってくると、物事ってめちゃめちゃ好転していくので、すごくマインド的な話にはなっちゃうんですけども、今回、あえてそのマインド面に踏み込んだ特典を作りました。それが、これです。来たこと記録っていうのを作りました。とりあえず、この6日間、月曜日から始めて土曜日までのこの6日間に、これね、できれば面倒かもしれないけど、印刷していただいたりとか、後でね、PDF でお配りするので、印刷していただいたりとか、もちろんスクショしてここにね、そのまんま、テキストを入れ込んでいくっていう方法でもいいと思うんですけれども、毎日、できたこと5個書いてほしいんですよ。できたこと5個ってどんなことを書くのっていうと、例えば、猫倉敷レシピ、朝ごはん、オートミール食べれたとか、あと、朝と夜は再現できたとか、あと、例えば、お菓子1個で我慢できたとか、これね、みんな、ともすれば、今言ったやつって全部、猫倉敷レシピの朝ごはんできたっていう風に思わないで、自分の中でね、朝ごはんしか再現できなかったとか考えがちじゃないですか。とか、あとは朝と夜は食べてるのにお昼ご飯に食べれなかった。作れなかったとか、あとはお菓子食べちゃったとか、そういう風に自分自身で考えてしまうっていう癖が多分結構あると思うんですよ。なのでこれをできたことっていう風に変換してほしいんですよね。それをすごく今回一緒にやってもらいたいなと思って、自分でできなかったことを書かないんです。できたことを5個書くんです。例えば、お水 1.5 リットル飲めたとか、そういう風にお水こまめに飲めたとか、あとは、ペットボトルの 500ml のお水飲めたとか、とにかくそういうできたことを書く。5個書くっていうところですね。で、できたことを書いて、このもう1個、これが、で、さらに欲張れば、まだやれたなって思うことを1個書くんですよ。例えばですけど、できなかったこととして書いちゃう時もありますよね。例えばさっきみたいにお菓子を我慢できなかったとか、1個食べちゃったっていうのも、例えば欲張ればまだやれたなっていうことにするとしたら、欲張ればお菓子ゼロにできたな、みたいな。欲張ったらできたな、そこはもうちょっとできたなっていうことを1個だけ書くんですよ。できなかったことじゃなくて、できたかも。もうちょっと頑張って、欲張ってみたらできたかもっていうことを書いて、次にじゃあそれを行動するって言った時に、明日、じゃあお菓子をゼロにするために何をするかなって思った時に、できればお菓子、明日は我慢するとかってふわっとしたことじゃなくて、例えばお菓子食べたくなったら、お水1杯飲んで、とりあえず5分後にもう1回お菓子食べるか考えるとかっていう、めっちゃ具体的なことを書いてほしいんですよ。その数字込みで。例えば、お菓子食べたくなったら我慢するとか、お菓子食べたくなったら頑張るとか、ふわーっとしたことじゃなくて、お菓子食べたくなったら、とりあえずコップ1杯水飲んで、5分後にもう1回お菓子どうするか食べるか考えるっていう、そういうめっちゃ具体的なことを書いてほしい。っていう風に、できれば、どうして私できなかったんだろう、ダメなんだろうっていう風なところで終わってるので、人間って結構そこから動けなくなっちゃうので、できれば、できたことを書いて、じゃあもうちょっと頑張ったらこれできたなっていう風にして、じゃあそれするために何するって言った時に、数字込みできれば数字込み、時間とか回数とか数量とか、そういうことを込みで、次、じゃあ明日からそれできるためにこういう行動してみようっていうのを書いてもらうといいなと思います。これね、本当に続けていくと、めちゃめちゃ自己肯定感を低いまま、自己評価低いまま落ち込んで終わって、私なんかダメだって言ってやけ食いして、やけ酒して飲んで、よりもうパーってこうなっちゃって、より自分で嫌っていう状態になって終わってしまうというと、ループから抜け出しやすくなるので、もしよかったらちょっとね、マインド的なことなんであんまりうるせえこと言いたくねえなみたいなのが私もあるんですけれども、でもよかったらぜひぜひやってほしいなという風になります。できたこと5個も書けないという方はもうひねり出してください。5個やれたことを自分で見つけるんですね。ぜひぜひよろしくお願いいたします。食べ物関係だけじゃなくてもいいです、全然。何でもいいです、本当に。例えば、一駅歩けたとかでも全然いいですし、例えばですけれども、ご主人にめっちゃ優しい言葉で何々ってかけれたとか、そうなんでもいいです。何でもいいよ。何でもいいから。自分でできたこと、プラスだったこと、自分イケてるなというプラスなことを5個書いてください。
自分はちゃんとやってるってことをぜひぜひ、ご自身でね、なんかね、ちゃんと目視で確認してほしいなというふうに思います。この使い方ね、こんな感じで、後でお配りしますので、どういうふうに使ってほしいかっていうのも配るので、ぜひやってください。今日頑張って作ってたやつ、アレンジするならこんな風に、これまず最初はそのまま真似して作ってほしいんですけれども、結構いらっしゃいますよね。例えば、チーズが苦手なんですとか、あと、卵がアレルギーなんですとか、だからそういう風に、どうしたらいいですかっていうのを結構コメントでいただくんですよ。結構自由にやってもらっていいなって、もう抜いちゃってもいいなと思うんですが、よくいただく質問みたいなのを、私自身ちょっと5パターンぐらいをまとめましたので、それを今日お配りします。例えばですけども、チーズが苦手です。どうすればいいですかっていう時に、基本的に今回のレシピのチーズは、栄養価というよりは、美味しさを足して、舌が満足するように味のリッチさを出すためのものなので、もう嫌いだったらもう全然抜いてもらっていいですと。それでもいいですと。ただでもどうしてもちょっとチーズの代わりにマイルドななんか、じゃあそのリッチさみたいなの欲しいですっていう時には、じゃあもう、ギリシャヨーグルト 30g でどうでしょう。そうすると脂質がより、抑えられますので、ちょうどいい感じだと思いますよとか、そんなようなパターンを5つぐらいまとめました。これめっちゃ大変でしたから。これ今日もう本当に途中で気絶しそうになりながらまとめました。これをまとめさせていただいております。こんな風に豆腐が苦手で代わりになるものはとかって言った時には、豆腐はどういう意味合いを持って入っているのかっていうのをちょっと説明した上で、じゃあ、第一章、今回第一章に限りです。第一章だったらそのまま抜いちゃって、このメニューだったらそのまま抜いちゃってもいいよとか、そういうのをある程度まとめてますので、これよかったら使ってください。これすごい大変だったし、結構使えると思うので、ぜひ皆さん、この最後にはですね、こちら載ってます。この本のレビューをしていただけると嬉しいですっていうのを書いてます。みんなこの資料、猫倉さん、すごい頑張って作ったじゃん、やるじゃんというふうに思っていただけましたらですね、ぜひ最後にこの Amazon のレビューの仕方、これシェアさせていただいておりますので、ぜひ、お願いします。レビュー書くよっていうつもりで、ぜひ受け取ってほしいなと思います。あれですよ、置いてる野菜をね、野菜の直売所みたいなので、無人の野菜直売所で、お心だけで、皆さんの善意だけで成り立ってますみたいな感じで、ぜひよろしくお願いしますみたいな感じで、最後にぜひ、レビューね、書いていただけたらなというふうに思います。実践してちゃんとレビューするつもりです。ありがとうございます。レビューよろしくお願いします。これもね、ぜひぜひ、お待ちしております。無料じゃ申し訳ないと思ったらレビューで貢献できる、その通り。でもほら別にレビューしなくてもいいんだけど、もしね、本当に無人野菜直売所のあれで、ちょっと100円とか入れてくれる感覚でレビューをしてくれたら、すごく嬉しいです。喜びます。そして、ちょっと時間オーバーになってきました。最後に、もう一つお知らせがございます。ドン。私、7月20日、東京でイベントやります。今回も皆さんにお会いできると思います。猫倉理恵さんダイエット相談会。私が25キロ痩せたレシピの秘密を教えます。講師、猫倉理恵となっております。7月の20日土曜日、東京市ヶ谷。皆さんとぜひお会いして、皆さんとお話をして、また楽しくワイワイやりたいなと思っております。なんか本当にね、みんなで会えるっていうのはこれも最高の時間なので、こういうことがない限りは本当にもう、なかなか自分の力では、いろんな方にね、一気にお会いするっていうことはできないので、もう今回はもう、角川さんの力をお借りして、場所もお借りして、はい、開催をさせていただきますので、ぜひ、この規模を自分一人でオフ会みたいな形でやろうと思うと、私の、なんて言うんですかね、力では、絶対にできないっていう規模の、セミナーイベントとなっておりますので、ぜひぜひ、来ていただけたら嬉しいです。もう本当皆さんにお会いできるの楽しみにしてます。ここだけの話、毎回イベントを考えてくださる方たち、毎回そのツーショットっていうのを、すごく、いいだろうみたいな感じで書いてくださるんですけれども、慣れないですね、私がね、自分でね、ツーショ撮りたいかみたいな。
ツーショット撮りたいかみたいな感じがあるんですけれども、もしよろしければ、それも大切な、なんて言うんでしょうか、売りとなっておりますので、ぜひぜひ来ていただけたらと思います。お、ツーショット欲しい。嬉しい。ありがとうございます。もうぜひぜひ皆様にお会いできるのを楽しみにしております。はい。ということで、今日はこの辺りにさせていただきましょうかね。まずはね。いや、本当にありがとうございました。チラチラこれ台本見てたのバレました？猫もいます。知ってる？じゃあ、ちょっと待って。ありがとうございます。スクショタイム。後で私に送って。スクショあったぬっこ。ありがとうございました。じゃあねバイバイ。皆さんありがとうございました。じゃあ、ぜひぜひ、東京で会おうというのと、あとは、食べ痩せチャレンジ、来週の月曜日からよろしくお願いいたします。あ、なおちゃんもありがとう。東京で飲みましょう。幼馴染み、ありがとうございます。では、おやすみなさい。たくさんありがとうございました。寝ます。おやすみなさい。ありがとうございます。